どうも、フリーキャド速攻解決ティップスのコーナーです。よくある疑問点や使い方などを速攻で解説します。今回は、面取り、チャンファーとフィレットに関するよくある失敗例です。特に、フィレット、ポテット、チャンファー、この順番で加工すると、形状が壊れたり、エラーが出たりします。今回の動画では、代表的な失敗ケースを2つ紹介します。まずは基本パターン。高さ 10mm の2段建ての階段を用意しました。この階段の上段のエッジにチャンファーを適用します。チャンファーのサイズを変更してみます。1mm から 4mm と大きくしていくと問題ありませんが、5mm にした瞬間、面取りができなくなります。5mm のまま OK ボタンを謳歌しようとすると、エラータイアログが表示されます。よくあるケースですが、解説します。これは、形状として成立しないチャンファーを作ろうとしたことで発生します。どういうことかと言いますと、チャンファーは選んだエッジに沿って新しい面を作るという機能です。ただ、その新しい面が周りの面とぴったりつながる必要があります。ぴったりつながらない場合は、形として成立しなくなり、エラーになります。チャンファーのサイズを大きくすると、元の形を超えて削り取ってしまい、形として成立しなくなります。CAD からすると、この形は作れません、となるわけです。対策としては、チャンファーで形状を作るのではなく、最初から斜面を想定した形状を、スケッチや押し出しで作るのが正解です。チャンファーやフィレットは、あくまで最後の仕上げ用として使いましょう。次は本題のケースです。フィレットを適用して、丸い面をポテットで分断します。その結果で生成されたエッジに、チャンファーを適用する複合パターンです。まずは、背景のような直方体を用意しました。直方体の角にフィレットを適用します。ここで、直方体上面から見たら、フィレット曲面のエッジは、一本の滑らかな線です。今度は、フィレットの曲面を分断するように、円形の穴を開けます。画面に表示しているような円のスケッチを使ってポテットで穴を開けます。さて、円の穴開けによって元の滑らかなフィレットのエッジは見た目上はエッジ A、エッジ B、エッジ C と複数の綺麗なエッジに分割されたように見えます。これらのエッジ、緑色のエッジは見た目では一本一本綺麗なエッジに見えますよね。ところがポテットによる円の穴によって見た目綺麗な一本のエッジが内部的には細かい位置ずれを含んだバラバラの短い線となっています。この不安定なエッジにチャンファーを適用しようとすると、フリーキャドは無理に面を作ろうとして形状がぐにゃぐにゃに崩れます。もしくは計算が破綻してエラーになります。この現象について簡単に解説します。この現象はフィレットで作った曲面の境界エッジをポテットが分断してしまったことが原因です。チャンファー機能は一本の線に沿って新しい面を作るという機能です。ところが今回、ポテットがフィレットが作った綺麗な丸い曲面のエッジを容赦なく分断しました。その結果、見た目上は全て一本一本のエッジに見えますが、内部がバラバラに分断されている不安定なエッジになってしまいました。チャンファーは、このバラバラに分断されたエッジに対して、どうにかしてチャンファーの面を作ろうとします。ですが、どこからどこまでを一つのエッジとすればよいかわからず、無理やりつなげてしまって、ぐにゃぐにゃになった。もしくは、計算を断念して、エラーとなったのが、今回の結果です。さて、この解決方法ですが、フィレットやチャンファーを最初から加工に使わない。丸い形状は、最初から円弧でステッチして押し出す。ポテットはフィレット適用前に行う。など、フィレットやチャンファーを装飾として最後にまとめて適用する設計手法をおすすめします。まとめですが、フィレットやチャンファーはあくまで仕上げ用の機能です。これらで生成されたエッジは加工すると内部的に細かく分断され、見た目よりもずっと不安定なトポロジーになります。そのエッジをさらに加工しようとすると、形状破綻やエラーにつながります。丸みや斜面を作りたい場合は、最初からステッチ段階で形状を作り込むようにしましょう。これがフィレットやチャンファーで壊れるのを
避けるための設計方法です。今回の速攻 Tips はここまで。ご視聴ありがとうございました。